こんにちは、パワミです。本日はリクエストのあったパワーアップスでよく使う関数について2回に分けて紹介します。パワミが趣味で作成していた家事管理アプリが一旦完成したため、アプリ開発経験の中で特によく使った関数を選んで紹介します。本日の内容です。今回はよく使う関数紹介の前半になります。具体的にはデータの登録や更新、削除、読み込み、いわゆるクラッド機能実装の際によく使う関数と、データ絞り込みに関わるフィルター、ソート、サーチ関数を解説します。後半では別動画でユーザー情報の取得や変数、コレクション関係の関数を紹介します。今回はパワーアップスのアプリ開発ではほぼ必ず使う関数を紹介しますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等 Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめにサブミットフォーム関数はフォームコントロール内の値をチェックし、データソースに送信する関数です。データベースの登録や更新の際、フォームコントロールと一緒に使います。サブミットフォーム関数の使い方は、引数にデータベースに登録するフォーム名を入れるだけです。登録先のデータベースはフォームコントロールの方で設定しているので、引数で指定する必要がありません。データベースに登録・更新するときにフォーム内の値をチェックしてくれます。具体的には必須項目のデータが入っているか、データ型が適切であるか等をチェックします。データが適切でなければデータベースへの登録が失敗し、エラーが表示されます。データベースへの登録が成功した場合、フォームモードが新規であった場合はエディットに更新されます。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。シェアポイントリストから自動作成したリストを例に見てみます。これは簡単なタスク管理アプリです。はじめにタスク一覧画面からプラスボタンを押してタスク登録画面に移ります。自動作成したサンプルアプリの作りについては以前の動画も参考にしてください。新しくタスクを登録したり既存のタスクを更新する場合、両方ともこのエディットスクリーン画面を使います。チェックボタンを押したとき、オンセレクトプロパティでサブミットフォーム関数が実行され、引数にはエディットフォーム1、この入力フォームが指定されています。このサブミットフォーム関数はフォームコントローラーと一緒に使い、データの登録・更新両方に使える関数になります。作成したデータソースをそのままフォームとして使う場合は、サブミットフォーム関数を使うのがシンプルで良いと思います。次に、パッチ関数はサブミットフォーム関数よりも複雑な状況でレコード更新ができます。パッチ関数もデータベースの登録や更新時に使う関数です。使い方は引数としてデータソース、作成するレコードの内容を入れます。新規にレコードを作成する場合、デフォルツ関数と一緒に使います。例を見てください。例えばデータソースであるショップリストにショップ名がイオン、ユーザーがパワミという1レコードを追加する場合、このような関数式を書きます。更新するデータの中身は波括弧で囲い、コロンで挟んで左側が列名、右側がデータの値になります。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。これはパワミが趣味で開発している家事管理アプリです。パッチ関数はこのように自由に入力フォームをデザインして登録するときに便利です。ここではシンプルに材料名を入力するフォームのみ用意しています。サブミットボタンをクリックするとパッチ関数が実行され、フォームに入力した材料名とユーザー名がパワミで登録されます。このユーザー名のようにフォームに入力しない値を指定して登録するなど、柔軟なデータ登録・更新ができるのもパッチ関数の利点になります。サブミットフォーム関数とパッチ関数の違いを簡単に説明します。サブミットフォーム関数とパッチ関数は
両方ともデータベースの登録と更新をするための関数です。パッチ関数の方がより複雑な状況でデータベースを更新することができます。まず、サブミットフォーム関数は PowerApps で用意されたフォームコントロールを使います。一方、パッチ関数を使えば自分で自由にフォームを作れます。サブミットフォーム関数はフォームの値をそのままデータソースに送り、一度に一つのレコードしか送ることができません。一方、パッチ関数はフォームに入力しない値、例えばユーザー名等を指定してデータソースに送ることができます。そして一度に複数のレコードをまとめてデータソースに送ることもできます。状況に応じてこれら2つの関数を使い分けましょう。次にアップデート if 関数を紹介します。どちらもデータベースの更新の際に使う関数です。アップデート関数は全レコードを更新でき、アップデート if 関数は条件を指定して特定のレコードを更新することができます。アップデート if 関数の方がよく使うと思います。アップデート if 関数は1つ目の引数にデータソース、2つ目の引数に条件、3つ目の引数に更新するレコードの内容を入れます。例を見てください。例えば、ショッピングリストの Completed が True になっているレコードについて、Delete フラグ列を True にしたい場合、このような式になります。実際に PowerApps 画面でも確認してみます。例えば画面を表示したとき、条件を指定してデータベースを更新したい場合、Update if 関数が便利です。ここでは買い物リストで Completed 列が True になっているアイテムは Delete フラグ列を True にデータ更新し、ギャラリーには表示しないようにしています。その下の式では、買い物日付が昨日以前の日になっていたら今日の日付に更新しています。この時、買い物リストでチェックボタンをクリックすると Completed が True に更新され、取り消し線で表示されます。その後、画面を切り替えたり、アプリを終了した後、再度買い物リストを開くと、先ほどの関数が実行され、Completed が True になった買い物リスト、すなわち買い物が完了しているアイテムは Delete フラグが True になり、ギャラリーには表示されなくなります。ちなみに Delete フラグが True になっているだけで、SharePoint リストからは削除されずに残っています。次に Remove if 関数を紹介します。どちらもデータベースの削除の際に使う関数です。Remove if 関数は1つ以上のレコードを削除するときに使い、条件を指定して削除する場合は Remove if 関数を使います。特に Remove 関数はよく使い方は1つ目の引数にデータソース、2つ目以降の引数に削除するレコードを指定します。例を見てください。例えば、ギャラリーで表示したカテゴリーリストデータの中で、選択したレコードのデータを削除するとき、このような関数式を書きます。This item というのは選択しているレコードのことを指します。実際に PowerApps 画面でも確認してみます。Remove 関数はギャラリーから選択したレコードを削除するのによく使えます。選択したリストを削除するだけならば、このように引数に SharePoint リスト名、This item と書くだけです。ゴミ箱アイコンをクリックすると、この関数式が実行され、SharePoint リストからデータが削除されます。データベースから削除したくない場合は、先ほどのように Delete フラグ列を用意して、アップデート関数やパッチ関数などで表示したくないデータは True に更新する実装もよくあります。次に Concat 関数を紹介します。Concat 関数は SharePoint リストで選択肢列や参照列で複数選択を許可している列のデータを表示したいときによく使えます。Concat 関数はテーブルのすべてのレコードにまたがってデータを連結します。使い方は1つ目の引数にテーブル名、2つ目の引数に数式、
3つ目の引数に区切り文字を指定します。例を見てください。例えば、レシピリストの材料列が複数選択を許可した参照列だったとします。この時、材料列には1つのレコードに複数のデータが入っていますが、実際にはこれはテーブル型としてデータを持っています。1つのレコードの列にテーブル型のデータが入っているという少し特殊なデータの持ち方をしているため、ギャラリー等で表示しようとしたとき、通常のように thisItem. 材料では表示できません。この時、コンカット関数を使い、このような関数式でテーブル型の列データを表示することができます。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。例えば、ここではレシピ一覧のリストを表示していますが、この中の材料名の列は参照列を使っています。参照列や選択肢列の場合、データをテーブル型で持っているため、thisItem. 列名では表示できません。この時、コンカット関数を使い、このような関数式を書くと、指定した区切り文字を使ってテーブル型で持っているデータを表示することができます。特に選択肢列はしばしば使うデータ型だと思うので覚えておくと便利です。次に Lookup 関数を紹介します。Lookup 関数はデータベースをギャラリー等に表示するときによく使います。Lookup 関数は数式を満たすテーブルでの最初のレコードを検索します。使い方は1つ目の引数にテーブル名、2つ目の引数に数式、3つ目の引数に列名を指定します。例を見てください。例えば、カテゴリーリストのカテゴリー ID が1のデータを検索して、最初に見つかったレコードのカテゴリーネーム列を表示したい場合、このような関数式を書きます。この場合、カテゴリー ID が1のレコードのカテゴリーネーム、ランチの値が取得できます。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。例えば、レシピ一覧でカテゴリー名を表示したい場合を見てみます。シェアポイントリストを見ると、レシピ一覧ではカテゴリー ID のみ持っています。カテゴリー名を表示するには、カテゴリー一覧を見て、レシピ一覧に登録されているカテゴリー ID と一致するレコードのカテゴリー名を検索して表示する必要があります。こういった時に便利なのがルックアップ関数になります。ルックアップ関数でカテゴリー一覧からカテゴリー ID が一致するレコードを検索し、カテゴリー名列のデータを表示するという関数式をこのように書くことができます。比較的よく使う関数なので、ぜひ覚えておいてください。次にフィルター関数を紹介します。フィルター関数はギャラリー等に表示するデータの絞り込みによく使います。フィルター関数は数式を満たすテーブルでのレコードを検索します。使い方は1つ目の引数にテーブル、2つ目以降の引数に数式を指定します。この数式はカンマで区切って複数指定することができます。例を見てください。例えば、ショッピングリストのデータのうち、デリートフラグが false のデータのみ表示したい場合、このような関数式を書きます。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。例えば、買い物リストでデリートフラグが false のデータを表示したい場合、このようにフィルター関数を使うことで簡単に実装できます。条件は複数指定することもできます。ギャラリーでデータを表示する際には必ずと言っていいほど使う関数だと思います。次に Sort by Columns を紹介します。Sort by Columns はギャラリー等に表示するデータの順番を列でソートするときによく使います。使い方は1つ目の引数にテーブル名、2つ目の引数に列名、3つ目の引数にソート条件を指定します。ソートする列と小順、後順等のソート条件は複数指定することができます。例を見てください。ギャラリーに表示するショッピングリストのデータ順を
ショップ ID の項順で表示したい場合、このような関数式を書きます。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。例えば買い物リストでは、ショップ ID や Completed 列で並べ替えをしたいという場合は、Sort by Columns が便利です。先ほどのフィルター関数と一緒に使うと、このような関数式になります。Descending で項順、Ascending で小順の指定もできます。これも複数の列でソートできます。最後にサーチ関数を紹介します。サーチ関数はギャラリー等に表示されたデータから特定のワードを含むデータを検索する場合によく使います。使い方は1つ目の引数にテーブル名、2つ目の引数に検索する文字列、3つ目以降の引数に検索列を指定します。検索列は複数指定できますが、選択肢列等は検索対象にできない点に注意してください。例を見てください。例えば、ショッピングリストからショッピングアイテム列でオニオンを含むデータを検索したい場合、このような関数式を書きます。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。例えば、検索フォームを用意し、入力した文字を含むレシピ名を検索したい場合、ギャラリーの Items Property にこのようなサーチ関数を入れます。先ほどの Sort by Columns と一緒に書いていますが、2行目以降がサーチ関数の関数式です。レシピ一覧からテキストインプットコントロールのテキストをレシピ名列で検索しています。この検索対象の列はカンマで区切って複数指定することができますが、選択肢列などの列は指定できないため、材料名で絞りたい場合などはコンボボックスを用意してフィルター関数で絞り込みをするなど少し工夫が必要になります。実際に動かして検索をしてみます。このような感じでレシピ名で検索することができました。本日はパワーアップスのアプリ開発で特によく使う関数を紹介しました。今回紹介した以外にもいろいろな関数を使う場面があります。関数の説明は Microsoft Documents 等が参考になると思います。Microsoft Docs には関数の詳細な説明や使い方の例も書いてあるので、ぜひ活用しましょう。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。